国民民主とか山尾志さんの影響で相当支持率を落としているけど大丈夫かな、財政がギリシャより悪くて財源ないって言ってる自民党がいつものようにばらまきをするのもですか。ヤフーニュースでちらっと見たんですけど、国民民主党の支持者が国民民主党に対してクレームを言っている割合でいくと、山尾志さんに影響はあまりないというところらしいです。国民民主党を見放したとか見限ったとかって書いてる人たちの支持政党を見ると、国民民主党じゃない人が多いんですよ。もともと自民党支持者ですとか、もともと立憲民主党支持者ですっていう人が山尾志を担ぎ上げるなんて国民民主党はクソだみたいな書いてるっていう。もともと国民民主党に投票する気ねえじゃんっていう人が書いてて、で国民民主党のもともと支持的な発言をしていて、国民民主党のこれが良くないって言ってる割合でいくと、須藤さんの方が高いです。反枠活動をしていた須藤さんで、国民民主党って割と医学クラスターの人たちが結構支持してて、前の選挙だと植松さんっていうお医者さんが国民民主党で出馬したりとかもあったんですけど、やっぱりコロナワクチンのおかげで人が助かったよねというのは事実なんですけど、科学的事実を認められなくて、でも私の知り合いのおばあちゃんが副反応で大変なことになったよみたいな、いやいや世界中でコロナで何人死んでると思います？でワクチンが普及した以上というのはコロナで突然死する人とかが劇的に下がったんですよという数字を見ないで、ワクチンを打った後に体調悪くなったからワクチンは良くないんだって言ってる人っていうのが反ワクチンに多いんですけど、っていう人たちにおもねってしまうのはいかがなものかという形で、須藤元気さんを候補者として擁立するのであれば、じゃあ国民民主党を支持できないよねというふうに言っている元国民民主党支持者の人が多いっていうふうなのがヤフーニュースでまとめてる人がいました。興味があったらググってください。なんで最近政治参加しようって流れが出てるんですか。危機管理100区の影響力のもの、暇だからじゃないですかね。結局年取って暇になったからっていうのが大きいと思うんですよね。たまたま維新の会の猪瀬さんと李白区お話をしたんですけど、やっぱり猪瀬さんも時間があって余裕があるから東京都知事の後政治的活動しなかったんですけど、もう一回維新で政治家やるかっていうのになったっていうことなんじゃないかなと思いますけど、ノブレス・オブリージュ的なことが猪瀬さんはある感じだと思うんですけどね。将来消費税が廃止になったら日本役だと思いますか。思いません。僕は消費税自体は賛成派っていうのは前にもちらっと言ったと思うんですけど、犯罪者でも外国人でも払わざるを得ないので、消費税って平等なんですよね。犯罪者とか脱税してる人って所得税払わなかったりするので、なので税金を払わないで日本のサービスを受けてるわけですよ。警察とか消防とか道路とか。でも外国人とか犯罪者とかっていう人って消費税払わないっていうので、なぜかでも日本の暮らしてるので道路を使ってますとか、治安がいいというのは警察官の給料の下に成り立ってるわけで、火事が少ないよねとかも消防署の人の地道な活動によって起きているというなんですけど、なので税金は必要で脱税しにくい税というのにした方がいいよねってなると、割と僕は脱税しにくいという意味で消費税はありなんじゃないかなと思ってます。で、減税が必要だよね、税金高いよねっていうのは別の問題なんですよ。税金はどうしても必要なんです。で、その中で税金安くしたいよね、消費税もうちょっと安い方が生活楽だよねというのはそうだと思います。ただ税の仕組みとして所得税とか法人税というのはちょろまかしが可能なので、ちょろまかしができない形で税を集めるのであれば消費税の方が効率的だよねというふうに考えてます。なので消費税以外にちょろまかしができなくて犯罪者とかからでも徴税できるような税というのが存在するのであれば、全然消費税ゼロでそっちの税の方にするっていうのもありだと思います。2025年夏ボーナス平均収益130の生らしいのですが、税金が引かれた取りだと100万来てしまい、税金の高さを再認識して落ち込み人もいる一年なのかなと思います。いや社会保険料とかもありますからね。昔ってボーナスには社会保険料かかんなかったらしいんですよね。で、今ボーナスって個人名で払うのが 15% で、会社の方も 15% で払うので、なので会社側がじゃあこの人に100万円ボーナス出そうと思った時に 30% 引かれるので、働いている社員の手元には実は 70% 分しか来ないんですよ。っていう感じで、実はそんなに100万円出してやろうと思ってるんだけど、実際その労働者の手元には70万円分しか来ない。で、その後所得税払うんですけど。っていう感じで、実はボーナスの額減らされてるんですよ。でも昭和の時代ね、ボーナスで社会保険料かかんなかったらしいので、なので、実は結構今の世代の方が損してるっていうのもあったりするんですけど、なので、そこら辺の税金の高さっていうのは、年取ってる人も知らないし、若い人は当たり前だと思ってるっていうので、割と損してるんじゃないかなと思いますけど。20代後半の男です。私は国民民主党を応援しているのですが、次の参院選挙で私の選挙区に国民民主党の候補者がいなければ、参政党を応援しようと考えています。ひろしさんが参政党を国主で切り抜けるのですが、地の仕組みの自分で分かるようにご意見を聞かせていただきたいです。本質的に僕は
嘘をつく人を政治家にしてはならないと思ってるんですよ。例えばじゃあ国防をします。日本を守ります。はい、嘘でした。中国さんどうぞとか、はい、嘘でした。ロシアさんどうぞとか、日本の政治家は賄賂をもらってはならない。あ、中国から全然もらってましたとかって、やっぱ嘘ついたらアウトだと思うんですよ。参政党の党首の神谷さんっていう人が、無農薬で農薬を使ったのと同じぐらいの生産量を農作物で作ることができるってアベマで言い放ったんですよ。いや、そんなわけねえだろうと思って、どこで誰が作ってるんですか、どういう研究ですかっていうのを言ったら、今ちょっとデータが出せないですとか、作ってる人の個人名出せないですって言ってて、あ、じゃあそれ今度出してくださいねって言って、早3年未だに出てこないんですよ。要するに嘘ついたんですよね。で、嘘ついたならごめんなさい、嘘つきましたとか、勘違いしてましたとかっていうので、誤ってごめんなさいって勘違いしました、すいませんとかだったら、まだマシなんですよ。人は間違えるし、勘違いもするし。でも、未だにそれデータ出してもないし、嘘っていうのも言わないし、間違いも認めてないんですよね。なので、参政党というのは公約を出したとしても、その公約を覆す可能性がある。だって嘘ついてもいいと思ってるんだもん。なので僕は参政党が支持できないな。そういう嘘をついてもいいと思ってる党首と、嘘をついても許すという支持者が支えてるので、嘘をついてもいいという支持者が増えてしまうと、他の政党も嘘ついてもいいよねになっちゃうんですよ。嘘ついてもいいよねってなって、日本中の政党が全て嘘をついてもいいってなったら、もう公約もなんもないし、政策もなんもないじゃないですか。だから嘘をついてもいいという政党が議席を伸ばすというのは僕は日本にとって良くないと思ってます。はい。福島の原発とその周りは開き直って世界中の核のゴミを集めた方がいいと会社の飲み会で発言したら抱かれました。いや、僕もそれ同じようなこと前言ってましたけどね。福島は結局使うことができないので、なので福島でもう一回原発建てればいいんじゃないのっていう案を僕は前にも言ってるんですけど、もうここは放射線量高すぎるから、だから人が戻って畑を作って住むはできないよね。まあ3、40年できないよね。半減期で言うと50年できないって言われてるんですけど、じゃあ原発もう一回作ればいいじゃんっていう。まあそもそも放射線漏れても外の放射線も高いからそんな関係ないよねって思って、人もすでにいないから、じゃあそこでなんか今から原発作りますって反対運動ってならないので、なので原発作ればいいんじゃねっていうふうに思ってますけど、核廃棄処理施設とかも、今だと青森県の六ヶ所村とかなんですけど、もう別に福島がそもそも放射線量高いんだから福島でいいじゃんっていうので、むしろ福島は治らない以上は、じゃあそこを産業にしてしまうという方が、まだ効率的なんじゃないかなと思います。福島の人たちは元の土地に戻したいんだっていう気持ち、感情は理解できますけど、50年間戻りません。戻したいんだ、戻るといいよねはそうなんですけど、戻らないというのが現実なんですよ。半減期というのはあくまでその放射線を排出する放射能が、放射線を排出するのが半分になる量で、半減期になったとしてもゼロになるわけじゃないんですよ。半分になるのが半減期で50年で、完全にゼロになるのは多分100年以上かかるんですよね。なので感情に寄り添ったとしても、そういう結果にならないんですよ。なので、死んだ人が生き返った方がいいよね。死んだおじいちゃんが生き返った方がいいよね。うん、そうだよね。同意します。でも、生き返りません。なので、じゃあ生き返らないという前提で、じゃあおじいちゃんがいないままでどうやって僕たちは暮らそうとか、おじいちゃんの意思を継いでどうやって生きていこうっていう形で人はずっと生きてきたので、先祖が亡くなって、その子供が子供を作って、孫を作って、で、また人がいてっていうので、人がいるというのは当たり前に受け入れてきたわけですよ。なので福島に関しても元に戻らないというのが今の科学技術では確定しているので、なので元に戻らない以上は、じゃあそこを効率的に作って、で、福島で被害を受けた人が金銭的な保証を受けるという方がいいと思ってます。福島の人たちがそこでなんか自分たちの土地を手放して、よくわかんない地域で無理やり暮らさなきゃいけないと結構大変だよねっていうので、でも保証するお金はないんですよ。じゃあ福島の土地でそのお金を作ろう。なので原発を建てて核廃棄処理施設を作って、で効率的に電気作れるから電気バンバン発電して、で売れたお金の一部というのを福島で被害を受けた人が毎月チャリンチャリンって入るようにするっていう形で、自分たちの土地は失ったけど、でもそれでもその福島で電気を作ってるおかげで暮らしやすくなったよねっていう方がまだマシなんですよね。今ってそういう保証金があるわけでもなくて、ただなんか戻りたいよね、戻れるといいっすよねって言ってて、戻しようがないんですよ。だって減らないんだもん、半減期は。タイムマシーンとかができて、ボーンって先に行って、また戻すとかっていうのができればいいかもしれないけど、残念ながらできないものはできないので、であればまだ被害者の人がどうやって保証するか、じゃあ保証するお金をどう作るかっていうところで考えた方がプラスなんじゃないかなというふうに思ってます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、
そちらから購入できます。よろしくお願いします。